猫を飼う人の悩みの一つに猫の粗相があります。やってくれたよね。トイレが気に入らない。砂がこれじゃない感がある。ひょっとしてシート好き派？さまざまな対処法を調べ試してみましたが、こいつには通用しませんでした。布団をウォッシャブルなやつに変えるしかない。考えてみたらもう15年も同じ布団を使っていました。新しい布団に買い替えてもいい頃です。私ももういい年だし、ちょっとは贅沢してみようかな。そう思って今までの布団より 1.5 倍大きな布団を買いました。早く届かないかな。広々とした布団でぐっすり眠りたい。実際に布団が届きましたら、広々とした布団のうち私が寝られるスペースは3分の1程度でした。ツレちゃんと暮らし始めてしばらくした頃、ツレちゃんは猫の離脱症状に苦しみ始めました。お前がけだものだよ。猫飼いたい。ダメ！うちは賃貸なんだから。ペット禁止の賃貸で猫なんか飼っていることがバレたら、大抵は猫を手放せと言われるか、下手すると強制退去になることもあります。そんな。そういう契約になってるんだから仕方がありません。ところがある日、バルコニーに一匹の猫が佇んでいました。ねえ、ご飯あげてもいいでしょ？部屋の中に入れることはまかりならん。そう申し渡した私でしたが、翌日その猫は玄関先で私を待っていたのでした。ねえ、うちの中でご飯あげようよ。きっとお腹すかしてるよ。我が家でご飯を食べた猫は毎日私の帰りを待つようになりました。どうしてもうちの子になりたい、そう言っているかのようでした。ツレちゃんは猫にデレデレでしたが、特に猫好きでない私はそんな風にはなれません。ねえ、うちで毎日ご飯あげてもいいでしょ？うちにこんなに来るってことは外じゃ辛いんだよ。この猫も同じ生き物として幸せになる権利はある。それは認める。いつも言っている通り、うちは賃貸だから猫を飼うわけにはいかない。飼ってはいないのだから名前をつけてはいけません。トイレをうちに置いてはいけません。私たちが2人とも部屋にいないときは猫も外に出さなければいけません。そんな条件を出されてもツレちゃんは大喜び。その一方で私は思い出したくないことを反芻していました。ツレちゃんと一緒に暮らし始める2年ほど前、私はある男性と恋に落ちました。私なりに真剣な恋だったのです。彼は自分の住まいに猫を飼っていたのですが、ある日海外に出張に行くから猫を預かってほしいと私の部屋に猫を連れてきたのです。ゆくゆくは彼と部屋を借りて一緒に暮らしたい、そう考えていた私はすんなり猫を預かりました。猫の世話をしながら彼の帰りを待っていたのです。ところが彼はなかなか帰ってきませんでした。帰国してからもあまりうちに寄りつかなくなってしまったのです。どうしてうちに来ないの？忙しいから。メールを出してもまともな返事は返ってきません。
彼の言葉には端々に嘘が感じられ、私はどんどん疑心暗鬼になっていきました。そのうちに彼にまつわるさまざまな情報が私の耳に入ってくるようになったのです。 A 君と一緒に飲んでるところを見たよ。できてる感じだった。ここに来たことをうたちゃんには内緒にしてって言ってたよ。猫と一緒に彼を待ちながら、私は私の知らない自分になっていました。六条の宮安どころ、清姫、八百屋お七、そう、彼女たちが落ちた修羅道に、阿鼻獄に私も落ちていったのです。彼とちゃんと別れようと決心した私は、猫を彼に返すことにしました。猫を受け取りに来たのは彼ではなく、彼が頼んだ運送屋さんでした。猫はじっと私を見ていました。自分を愛してくれる人はこの世にいるのだろうか。そう、私と全く同じ気持ちになっているのがわかるような表情でした。猫と一緒に暮らすと、あの時のことをしょっちゅう思い出すことになる。そんな不安をよそに、猫はどんどん私にもつれちゃんにも懐いていったのです。ある日、マンションの外で大家さんに呼び止められました。部屋に猫がいるんですか？いや、飼ってるんじゃなくて、ベランダから入ってくるからたまに餌をあげてるというか。すみませんね。え？あれは娘の猫なんですよ。娘は嫁に行ったんですが、猫を連れて行けなくてね。うちに置いてたんですが、半分野良みたいになっちゃって。面倒見てもらっちゃって申し訳ない。名前はみーちゃんって言います。あんたがちゃんと面倒見ろよ。猫を飼えない理由はこれでなくなってしまいました。かくしてその猫はほぼほぼ我が家の猫となったのでした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。